毎朝の柔らかな光、静かな住宅街を一歩一歩進む足音があります。高橋武史さん、今年で72歳。定年を迎えてから10年間続けている日課、それは毎朝の1万歩ウォーキングです。近所の人からもお元気ですねと声をかけられます。武史さんはそれが嬉しくて少し胸を張ります。自分の健康は自分で守っている、そう信じて疑いませんでした。その日もいつもの公園の道を歩いていました。どこにでもある普通の朝、でも何かが少しだけ違っていたのかもしれません。ほんの少し右の膝がいつもより重いような、そんな気がしました。気のせいだろう。武史さんはそのまま歩き続けました。1ヶ月が過ぎた頃、娘の由美さんが週末に遊びに来ました。久しぶりに見る父親の背中、由美さんはリビングの窓から庭を歩く父親を見ていました。いつもより肩が少し上下に揺れている、そんな気がしました。靴の底を見る。武史さん、外側だけが妙にすり減っています。お父さん、靴買い替えようか。由美さんが言いました。いや、まだ履けるよ。武史さんは笑います。でも、歩くたびにかすかにシュッシュッと床をこする音がします。以前の武史さんはもっと静かに軽やかに歩いていました。最近は今から立ち上がるとき少しだけ時間がかかるようです。よいしょ。小さな声が部屋に響きます。本人は気づいていない様子。年齢のせいかなと由美さんは思いました。でも心のどこかで小さな引っかかりが消えませんでした。ある雨の日、由美さんは父親の部屋を片付けていました。ゴミ箱の中に見慣れないものを見つけます。湿布の見ない、それも何枚もありました。武史さんは痛みを隠していました。家族に心配をかけたくなかったのです。その夜、由美さんは父親の歩き方をじっと観察しました。足を前に出すとき、少しだけ外側を回るような不自然な動き、まるで痛みを避けるように歩いていました。健康のためのウォーキングが父の体を少しずつ蝕んでいるのではないか。もし歩けなくなったら、あの楽しそうな笑顔が消えてしまうかもしれない。由美さんの胸に静かな不安が広がっていきます。お父さん、無理しないでね。言葉にすると涙が出そうでした。武史さんはただ静かにうなずくだけでした。お父さんの小さくなった背中、昔はあんなに大きく見えたのに、胸が締め付けられるような、そんな夜でした。次の週末、由美さんは武史さんを連れて専門の先生の元を訪ねました。先生は武史さんの歩く姿を見て静かに言いました。一生懸命歩くほど寿命を縮める偽の歩行になっていますね。その言葉に2人は言葉を失いました。健康のために毎日1万歩休まず歩いてきたのに、それが逆に膝の軟骨をすり減らしていたのです。たくさん歩くことが正解とは限りません。先生の言葉が武史さんの胸に深く突き刺さります。歩けば歩くほど体に負担をかける歩き方、それが偽の歩行。自分の努力が間違っていたのかもしれない。武史さんはショックでうつむいてしまいました。でも先生は優しく続けました。今からでも歩き方を変えれば大丈夫ですよ。
その一言に小さな希望の光が明かりました。次の日からたけしさんの生活が少しだけ変わりました。1万歩という目標を一度諦めることにしました。まずは玄関での準備から、新しい靴を履き、かかとをトントンと地面に合わせます。靴紐をいつもより少しだけきつく結びました。これだけで足元がしっかりと安定するようでした。歩き出す時も意識を変えました。これまでは歩幅を広くして大股で歩いていました。それを自分の靴一つ分だけ歩幅を狭くしました。お父さん、焦らなくていいよ。由美さんが横で見守ります。たけしさんは足を前に出すとき、かかとから静かに地面につけるようにしました。そして足の親指の付け根で最後に地面を軽く押すような感覚。まるで後ろの足で地面を送り出すように。最初はぎこちない動きでした。でも説明書を読むのではなく、自分の体と会話をするように一歩一歩を確かめていきました。毎日の距離も半分に減らしました。家の中ではお風呂上がりに足の指を一本ずつ手でほぐすようになりました。縮こまっていた足の指が少しずつ広がるようになっていきます。ただがむしゃらに歩いていた時とは違う、自分の体をいたわる時間、それが新しい日課になりました。3ヶ月が過ぎました。劇的な変化はありません。でも確かな違いが現れ始めていました。ある朝、由美さんは気づきました。今から立ち上がるとき、父の口から「よいしょ」という声が聞こえなくなっていました。すっと自然に立ち上がっていました。散歩から帰ってきたたけしさんの靴の底、前のように外側だけが極端に減ることはなくなっていました。きれいに全体が使われています。お父さん、最近歩くの楽しそうだね。由美さんが言うと、たけしさんは少し照れくさそうに微笑みました。前鼻義務みたいに歩いていた。でも今は足が軽いんだ。その言葉を聞いたとき、由美さんの目から涙がこぼれました。歩けなくなるかもしれないというあの暗い不安が消えていくのを感じました。父の足はまだ大丈夫。これからも一緒に歩いていける。当たり前の日常がどれほど尊いか。涙の向こうで父親の笑顔が優しくにじんでいました。今朝も柔らかな光の中をたけしさんが歩いています。1万歩のメーターはもう持っていません。自分の体が心地よいと感じる距離、それで十分だと知ったからです。歩くことは生きること。でもそれは数を競うものではありません。大切なのは自分の体に寄り添いながら歩みを進めること。あなたの歩き方は大丈夫ですか？大切な人の後ろ姿を最後にじっくり見たのはいつでしょうか？小さな変化に気づくこと、それが明日への健やかな道を作っていくのかもしれません。今日も静かな足音が未来へと続いていきます。